はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の上半期ということで、これから半年間の大きなテーマやお仕事のことや人間関係やお金や恋愛や健康のことなど、多岐にわたって全体的にリーディングさせていただきます。また、占星術で見る2026年年間メッセージという、星の運勢天気予報を解説した動画も別でありますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。占星術はあくまでも外側から来る運勢天気予報、そしてタロットは、私たちの無意識や潜在意識から来る未来の可能性として捉えていただけると分かりやすいかと思います。よろしくお願いいたします。では、大志田さんの2026年上半期見ていきたいと思います。お願いします。最後にこのオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それから2026年に絶対叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなという目標がある方は、ぜひコメント欄にお寄せください。その願いが叶うように願いながら、いいねボタンを押していきたいと思います。お願いします。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。いつもと違うスプレッドになりますので、カードを全部ちゃんと見たいよという方は、私のホームページの方に、後で画像をアップしておきますので、そちらでご確認ください。では行きます。2026年前半の大下さん自身は、ワンドのクイーン逆。パートナーシップはペンタクスのナイト。お仕事はワンドの3逆。お家のことや無意識。心はソードナイト。はい。金銭的なことはワンドの2。ちょっとここは無言にならしてください。後で解説しますね。はい。そして2026年上半期を代表するテーマは、ペンタクスの5です。なるほど。そうですね。楽しみですよね。はい。まず全体のテーマとしてこのペンタクスの5が出るということは、いかにここから自分の価値や本当に宝物を掘り当てるみたいなそんな1年半年なんだと思います。でもまだ自分はそれを手にしていないとか、まだそこまで十分に入ってきていないって思っているかもしれないんですけど、掘るよねっていう、なんかもうここ掘れワンワンで掘っていったら出てくるよね、小判がたくさんみたいなそんなイメージを持ちました。はい。なるほどなって感じです。これは星の方でもたくさん解説しましたけれども、やはり2026年のね4月26日から天王星が双子座に入るっていうのは、大下さんにとっては本当に金銭的なものはものすごくチャンスがあります。でもそのチャンスを自分にあると信じられるかどうかっていうのは、自分で自分のことをどう見てるかっていうことですごく影響するので、そしてもう先にお金の話をしますけど、2020年前半の上半期のお金はって言った時にも、やっぱり本当に必要なものは大下さん手にできるよっていうふうに言われてるんですね。欲しいものは手に入るよって言われてるんですね。だけどなんだか自分の中では一つを犠牲にして欲しいものを手にするっていうような感覚があるみたいで、お仕事においてもすごく金銭においても、本当にやりたいことをやるために何か一つは我慢しなくちゃいけないんだと、これにお金をかけるためにはこっちにかけてたお金をやめなくちゃいけないんだとか、なんかそういう思いがあるんだなって感じです。ただ本当に困ってますかって言われたら、別に困ってるわけじゃないって感じがしますね、これは。ただ自分の中でこの稼ぎ方とか収入源をもう一つ増やしたいなって思ってたりとか、違う例えば副業とかそういうので入ってこないかなって思って思って活動していこうとしているって感じです。まだ本当にそのお金を手にして今手にしている状態かというと、まだ手にしてなくて、本当にそのキーカードとしてこれからそのなんか掘り当てるみたいな、なんかそんな感じがあって、これをやったら入るかなどうかなって考えているっていう感じなの。ただまだ先は保証されてないけど、すごくそういう未来を見ているっていう感じです。お仕事も関連してるんですね。これからの仕事、もっと仕事っていろんな時代の変化でその波はありますよね。職種的に波があったりするけど、でも大下さんにとってここから開かれていく仕事運があるっていうふうに思ってほしいんですね。
ご自身もこうやっていけばやっていけるみたいなこう未来を見通している。これは商戦がちゃんと反映しているっていうカードなんですけど、それがこの上半期に出てきてるっていうことは、そういう意識でこうすればビジネスってうまくいくみたいな、そういう見通しがあるってことなんですね。これ私から逆位置でも全然関係ないです。とてもいい感じです。ただ今ここに入ってきてるのかっていうとまだ入ってきてなくて、こうしてああしたらうまくいくよねという見通しが立っているという段階なんですね。でも働いてらっしゃる現場とか職場とか同僚との仲間とか、そういうのは非常に恵まれてる感じがします。受け入れられている、お医者さんを必要とされているっていう感じがするんですね。なのでなんかお仕事っていうふうに見た時にやっぱりワンドっていうことで非常に勢いがあるっていうか、情熱がある、仕事に対してやるぞっていう気持ちがあったり、そこにかけるエネルギーがある。でそれでやっていくんだなって思うんですよね。すごくいい扉が開かれているんだけど、でもご自身では今現時点で入ってないじゃないって、本当に大丈夫なのかなっていうような感じがするんだと思います。そしてそうね、このご自身の自分自身の成長というところでもこのワンドのクイーンというカードが出ていて、ワンドのクイーンっていうのはすごくしっかりとしたキャリアウーマンみたいな感じのカードなんですけど、このやっぱりひまわりが太陽の方を向いて花が咲いていくように、自分の人生にとっての光の方に向かっていく、自分の人生にとってのいい方向になんとなくこう自分が向かっていく。でそれによって自分が持ち合わせていた情熱ややる気やこう人間らしさっていうのかな、自分の良さみたいな、自分を肯定する力みたいなのも少し上付いていくっていうの、なんていうのかな、上回っていくんだなっていうふうに思います。これもまだその逆位置なので、自分でよしよしいい感じでステップアップで踏めてるぞっていう体感っていうその自信っていうのがないのかもしれませんね。でも実際はあるんですよ。実際はちゃんと向いてます。なぜならば、ちょっとカードが言われているのは、もしご自身がなんかね、ちょっとこれは私が感じることなんですけど、大志座さんが本当に持ち合わせている感覚や感性や力っていうものを本当に信じきりにくいんだなっていう感じでしょうか。その自分の等身大の自分の力とか自分自身っていうのをこう自分に使わずに、常に誰かのためにそれを使ってきたっていう感じがしてるんです。それなぜかっていうと、すごくその縁の下の力持ち的に自分は今までこれまですごく、エネルギーを注いできたよねって。でそのやり方は確かにうまくいったし、この2026年の上半期もまたそうやって他者のために頑張る力あるよねって感じで言われているので、他者からの評価やその信頼というのは高い感じがするんですね。でもなぜか自分の本当の力、肯定の力を自分で隠しているみたいな感じがあって、隠してるわけじゃないんだけど、本当にこれ使ったらやばいなって思っているのかもしれませんね。なんか本当に自分が思ってることを口に出してしまったら、なんかこう非難されるとかのけものにされるとか浮いてしまうみたいな感覚があって、その力を自分で抑えている、伏せているみたいな、そんな感覚がしました。はい、そしてでも家の中のこととか自分の内側は本当は走りたいんだとか、本当はもっと頑張りたいんだみたいな感じがあります。挑戦したいんだみたいな感じがありますね。でこれはおそらく、これ今上半期で見てるんですけど、この情熱っていうのはおそらく前半で走っちゃってもいいけどなって感じもします。来年の後半に入ってくるとやっぱり落ち着いてくるとか、固めようみたいな、土台固めていこうみたいな感じがあるので、学びたかったら学ぶ、行きたかったら行くみたいな感じで行っていいよって感じがしました。それと、パートナーシップですね。1対1の関係性においてはゆっくりと育っていくっていうふうに出ています。ここでペンタクスのナイトが出ているので、本当に自分にとって大事な人だったりとか、ご縁のある人っていうのはゆっくりと関係性は育っていくねだし、これからも続いていくねって感じなんだと思います。で今から新しく出会いたいんですっていう方にとっては、
出会っていくかもしれませんが、ちょっと出だしがゆっくりだったりとか、こう知り合っていくまでのちょっとスローペースで歩みが進んでいくかもしれませんね。でもとても大事な人みたいです、これは。そして恋愛という面でいくと、どちらかというとなんかドキドキするみたいな感じがあって、ここでお月さんが出てるので、今のこの恋愛はうまくいくのかなとか、その相手にどう思われてるのかなみたいな感じですごく心がナイーブになる。だけどその不安は現実化はしませんよみたいな感じで言われてます。自分の中から湧いてくる不安が不安をどんどん呼び起こしてるだけで、実は他者からは評価されている。他者は大下さんを評価しやすい時みたいなんですね。そして関係性っていうのもやっぱりその心を打ち明けるとか、本当に思ってる感情を伝える、素直に伝えるっていうのが鍵なんだなって思いました。ちょっと違うカードで見てみようかな。恋愛はカップの7ですね。なんかはっきりしない出来事があるんでしょうね、おそらく。この関係どうなっていくのかなとか、この関係ってどういう関係なのかなとか思うかもしれないんですけど、どういう関係でいたいかっていうものは自分で決めていいって感じがしました。カップル7だから、私はこの人との関係はこうだからこう大事にしたいとか自分で思っていたらいいし、ワンドの6っていうのは結局のところやっぱり自分にとっては勝利なんですよって、それだけ誰かのことを思ったり自分の中から感情が揺れたりするって素晴らしいことですよねみたいな。それは大石田さんにとってはそういう気持ちになれること自体が勝利だよって感じで言われているので、そのドキドキしたりワクワクしたり心配になったり嫉妬したりっていうこと自体が豊かなことなんだなっていう感じがしました。まあでもその普段日常生活で関わる人との関係とても良さそうですしね。ちょっと補足カード見てみようかな。健康のことですね。健康に関してはおおむねいいって感じですね。バイタリティがある、ちゃんとなんて言ったらいいんだろう、ちゃんと体の中のシステムが回っているっていう感じです。滞っていないでちゃんと回っててうまく動いているっていう感じがします。なんか例えばどこかが詰まっているみたいな感じではなく、なんか日常的に体を動かす機会があるのか自分でそう努めているのかわからないですが、バランスが取れています。非常に体においては。まあそれは自律神経のバランスかもしれないし、動と静って動く時と、ね、休む時のバランスが取れているのかもしれないし、全体的にやっぱりこの活力があるので健康面そんな心配しなくていいんだなって感じがします。穏やかです、とても。やっぱりこのキーカードですよね。忍者がということで、なんだかやっぱりはっきりとしたその手応えが欲しいって感じかもしれませんね。でもまあ星の方でも解説しましたけれども、上半期においては可能性をとにかくたくさん膨らませる、情報を取るとかいろんなところに行ってみるとか好奇心を湧き立たせてみるとかっていうその快活なエネルギーっていうのが非常にいい時なんですね。だから答えだけを正解だけをいくっていうよりも、まあ間違っててもいいやとか遠回りしてもいいやぐらいの感じで動いていっていただくといいかなと思います。でおそらくキーカードとしてやっぱこのカードが出るっていうことは、その金銭的なことも保証が欲しいとかね、ちゃんとこれだけ溜まっているとかこれだけ得られる保証があるとか、そういう感覚が自分を安心させてくれるって思ってるんだろうなと思うんですけど、カードからのメッセージとして言われているのは、自分の意識が開けば開くほどすぐそこに価値がある、すぐそこにお金を手にできる自分がいるっていうことを疑っているんですっていう感じで言われていて、この忍者もそうなんですけど、これで大丈夫なのか、これで本当に大丈夫かっていうその自分の行く末を保証を持って進んでいきたいっていうふうにしていると、そのずっと目の前を照らしながらでないと動けないんですけども、全体を通して感じてるのは、大志田さんもっと力ありますよねみたいな感じがあり、
バイタリティありますよねって。そんな慎重にこけたらどうしようとか思わなくても、いや進んだら進んだだけ自分にとってプラスの方に行きますよみたいなメッセージに感じました。ちょっとこれはぜひ星メッセの方も見てほしいなっていう感じがしますね。はい、いかがでしょうか。何か参考になりましたでしょうか。なんかこれに関してちょっとまたねライブとかで質問を受け付けたいなという気もしますけど、人間関係バランス本当取れてますし、ここでもジャスティス出てますしね、鳳凰というカードもこれもダイアルカナなわけです。だからとってもなんか安定の中にいるからこそもっと確かめたいみたいな感じかもしれませんが、確かめなくてもやっていける自分の強さっていうものがあるんだなと思いました。はい、で最後にちょっとオラクルカードを引いてみたいと思います。このオラクルカードって自分自身とつながり直すみたいな、そういうつながりというオラクルカードです。そしてフランス語で書いてあるので私は一切読めません皆さんの感性で受け取ってくださいって言って今出てきているのがこのカードなんですよね。これどう思いますか。何かどんなメッセージだと皆さんは思いますか。ぜひ感じてみてください。ちょっと調べてみようかな。なるほど。今ちょっと調べてみましたが、フォースって内側にある力、本音のエネルギーらしいです。こう守ってきた思いを今は使っていいよっていう、なんかこう箱にから閉じ込めていたこのハート、自分の力や愛をこう使っていいんだよって言われてるのかなって思いました。はい、ということでありがとうございます。ぜひ豊かな上半期になりますように今後もよろしくお願いします。失礼いたします。